個人的存在の彼方。ジェラルディン・カミンズ千代。浅野和三郎役並びに表釈。2、個人的存在の彼方。死後の世界の後進者の中にはいつまでも意識の第三弾、無限界に抵頓しているものがなかなかに多い。先入的観念に捉えられている既成宗教の信者などは大抵これに属する。が、中には到底これに満足しきれず、心霊的単位としてのかかる孤立状態からきれいに離脱し、同一系統の類魂たちと一体となりて、進化の童貞を躍進し、もってよく個人的存在の彼方にまで侵入する。これから解くところは、そうした進歩的の人たちに対する準備である。いかなる肉体も肉体以外のあるもの。魂によりて動かされる。肉体には自動的の性能がない。魂が働けばこそ、肉体は内から動かされ、魂が存在すればこそ、肉体には生命がある。これは実に、血と肉と神経とよりなる、人間の正しき指導原理なのである。心なしに肉体は動かない。心は肉体以上のものである。もしも諸子が急激な死の場合を目撃するなら、この主張の正しいことは、容易に直覚し得られるに相違ない。心臓患者は今の今まで笑い、語り、遊び、戯れる。ところがその人は、一点瞬のうちに倒れてしまい、今までの運動も生活機能も跡形もなく消え失せてしまう。打ってもついても罵っても少しの反応も起こさぬ。鈍きムクロはもはや何の能力もないどころか、いつしか異臭を放って顔を背けしむるのである。この実況を目撃しては、一人の人間をば魂のなきただの機械であると何人が信じ得ようか。大切な中身がどこかへ逃げてしまった。誰しもそう考えざるを得ないであろう。自分は明日に魂に定義を下して、生命のそれぞれの階段における現在意識であり、存在の総量であると述べた。唯物論者以外のものは、人間を体、魂、霊の三つからなるものと信じているが、これは決して間違いではない。が、多くの人たちは、魂の更新に階段があることを知らない。第五の講演会に達すれば、各自の魂は、自己を極限する障壁を突破して、類魂の中に混じり、一方において、自己の個性を保存しながら、他方において、個人的存在の彼方に歩み入り、やがては第六の光明会にまで進むことになるのである。各自がエーテル体を備えて、第三の無限界にとどまる間は、程度の相違こそあれ、まだ人間性を保持している。が、さらに進んで第四の色彩界に入り、形態のみの世界において、意識的生活を営むようになれば、次第に人間性から離れ、地上生活中の表現形態とも自在に遠ざかることになる。つまりこの境界は、地上界の原型とも言うべき準備の世界であり、この界と地上界との相違は、まさに巨匠の手になれる原画と、未熟なる素人画家の手になれる模造品とのそれに類似する。繰り返して言うが、ある一人の人格的存在、心霊的単位は、類魂の一員であり、意識の各階段に置かれている他の人格的存在、すなわち低いところでは無限界、色彩界などの人物、高いところでは光明界、超越界などの宇宙的存在と、同一系統の魂の持ち主なのである。無限界に意識的生活を送っている間は、その人格がまだ自我の全人格とは一致するに至らない。かは物質の中に宿る部分だけの自我意識の持ち主でしかない。したがってかは自己と不利の関係を有する同一系統の他の魂たちの歴史にも通ぜず、またかの潜在的経歴の知識を持たない。無限界を突破し得た者のみが、初めて類魂の指導霊、自我の本体と交渉を起こし、人類と知恵の本源との連絡係たる資格ができる。講演会の修行というのは、つまり自我の全体と一致する努力で、それがすっかり完成した時に、初めて光明界へと進むことができるのである。人間が睡眠中に、その愛する死者と交渉を起こすのは、つまり一つの意識生活から他の意識生活に入ることであるが、類魂の行うところは、
要するにこれに他ならない。同一系統に属する類魂は感情的に結びつけられている。愛は筆境、宇宙引力の一種であって、互いに愛する魂と魂とは、たとえ両者が別々の意識の世界に居住していようとも、相互に引きつけられる。死は決して両者を引き離す永遠の関所ではないのである。かの偉人、預言者、天才者と称せられる人たちは、多くの場合において、右に昇るがごとき、一つの人通的集団の一員である。それらの人たちは、大抵第5回、第6回を目指して進み、従って個人的存在の彼方に歩み入りつつある。それらの人たちの目から見れば、この第二流の優勢でしかない地球上の存在のごときは、さして興味を引くものではなく、地上生活をば、過去の経歴における単なる一小過程とみなして、より高き精神的飛躍の無限の世界へと前進を続けるのである。偉大なる魂は、時として一回の無名の死の肉体に宿ることもある。彼は極度に無我、極度に高潔、淡々として水のごとき生活を送るので、一般大衆は全然これを感化し、従ってその人の死は、ほとんど何人からも顧みられない。かの地位は往々にして極めて低い。かは単なる職工、書記、御人、または農夫でしかない。が、それにもかかわらず、かかる人物こそ、しばしば類魂から直接の指導を送る完全人なのである。不可視の世界において、最高者がしばしば最下者であり、最下者が時として最高者であらねばならぬゆえんである。私のいわゆる魂の人と呼ぶ人たちのあるものは、実にこうした最後の地上生活を送るが、この一見花も実もなき消極的な生活の間にこそ、かはより広き人格の準備を着々として築きつつあるのである。これを要するに、人生の旅路は千死万考、到底人知の想像しうる限りでない。が、いずれの道を取るにしても、各自は一歩一歩に過去の功績を双肩に担いつつ、不可知不可測の宇宙の海へと入りゆくのである。第5回における魂の最大事業は、自己の能力を開拓することによりて、自己を一つの心霊的組織体の中に融合せしめることである。私のいわゆる心霊的組織体とは、要するに類魂の拡大であり、また拡充である。そこでは別種類、別性質に属する諸々の存在が互いに融合し、協力して従来よりも一層高き標準の集団を構成するのである。ここに至りて地上の人間的拘束は次第に消滅し、我々は宇宙的に考え、やがて宇宙的に活動することにもなる。これが実に我々の進化途上の一新起源であって、我々はもはや自分自身を大宇宙間の孤立的存在、かりそめに物質の世界に宿った経験を持つ一つの奇形児であるとは考えないようになる。無限界にいる間の人間は、まだ潜在意識的にある程度の孤独感、不可知の環境からの圧迫感、恐怖心から脱却し得ない。が、第5回に達した時に、その恐怖は消え失せ、我々もまた偉大なる心霊的組織体の一構成要素であることに気づいてくる。そうなると宇宙は自分の親しき友であり、従来無相談もしなかった無数の新境地が次第に我々の視聴に入ってくる。遊星、太陽、月、無数の星神。それらが皆根本的に我々と切っても切れぬ不利の関係を持っていることがありありと感知されてくる。これらの陰微なる世界こそは、実に永劫の苦闘と進化との記念塔である。それには痛ましき古傷の跡も残っていれば、また無常楽、無良好の印象も刻まれている。そしてそれら一切の経験が、皆心霊的組織体の中に保存されているのであるから、ここに発揮される神知のいかに優秀であり、またその威力のいかに絶大であるかは、到底想像にあまりあるではないか。そこにはただ西洋地球に受けたる者の経験が蓄積されているばかりでなく、実に各種の太陽系所属の優勢上の経験が蓄積されており、そしてそこの居住者たちはいずれも公園の形態をとりて、天界狭しと甘かきりつつあるのである。例文の相違で、各自の悟りの道はそれぞれ行き方を異にするが、しかしいずれも皆究極において、大宇宙との融合一致を目指して、心知を磨き、心力を養い、一切の区別、一切の孤独感、
一切の恐怖心から離脱すべく神魂を練りつつあるのである。表釈、断片的、即興的の叙述ではあるが、死後の世界の構想、かのいわゆる個人的存在の彼方における心霊的生活が非常によく描かれており、最も貴重なる示唆を我らに与えてくれると言ってよい。優れた気勇者からの通信によれば、あちらの世界のほとんど唯一の修行法は精神統一であるらしいが、これはとりもなおさず魂の飛躍を遮る障壁の突破が眼目である。マイヤースは進歩の童貞を無限界だの、色彩界だの、講演会だのに分類しているが、もちろんこれは発達程度の相違に付した一つの名称と見てよい。要するに幽界の修行というのは、自己と自己の同一系統に類する類魂、私のいわゆる守護霊も類魂中の一員との融合一致を第一の目標とするのである。私が精神統一の修行において、本人と守護霊との官能動向を最大目標とするのもこのためである。守護霊に対する心の目が開くれば、やがて類魂に対する心の目も開けてくる。そして最後に、類魂の指導霊、自我の本体との交渉が起こってくる。自我の本体はもちろん超人間的存在。自然霊である。マイヤースが偉人、預言者、天才者、また無名の英雄などにつけて上るところも、ほぼ趣向される。これにつけても我々は外貌、境遇などによりて他を評価することの危険を痛感する。末尾に述べている心霊的組織体の説明は、誠に貴重なる文字である。日本神道の根本精神は、ほぼ遺憾なくマイヤースによりて説き尽くされている。遊星、太陽、月、精神。それらが皆根本的。我々と切っても切れぬ不利の関係を持っていることがありありと感知されてくる。なんという卓抜なる見解であろう。さらにそこの居住者たちはいずれも公園の形態をとりて展開狭しと甘かけりつつある。に至りてはまさに天孫降臨その他の記事の注釈である。地上の物質界のみを眼中において日本の神代史を徳がごときはまさに言語道断の処置である。ああ、いずれの日か日本国のせめて知識階級だけでもここまでの心境に到達することか。無然として超大則を禁じ得ないものがある。